今回の動画ですね、もう来週ですね、11月の11、12に開催される、アウトドアイベントのフィールドスタイルっていうのがあるんですけど、そのイベントにうちも出展させていただくんですが、もう結構何度か出展させていただいていて、今回も出展させていただくっていう感じなんですけど、ちょっとそのイベントで設置するコース、WPL のラジコンのコースがあるんですけど、それの一部をですね、作ってくれというふうにマーケの K さんからお達しがありまして、ちょっと今回ですね、それを作っていくんですけど、合わせて動画にしていこうかなっていうふうに思いまして、今からですね、作っていきたいと思います。はい、ちょっとこの声は今後から入れてるんですけど、結局ですね、ちょっともうこの動画見ながらお気づきの方いると思うんですけど、もうイベント終わってるんですよ。で編集が間に合わなくて、もうイベント終わってるんだけど、そのイベント前の動画をこう編集して今公開してるっていう形になりますので、すいません、ちょっとその点ですね、ご了承いただきつつ、ちょっとこの先見ていただければと思いますのでお願いします。今回はなんか80センチ ×80 センチのセクションをなんかいっぱいタイル状に並べるっていうか、そういう感じにするみたいで、その何枚かあるうちの5枚を作ってほしいと。でしかもそれをジムニーに積んできてくださいとそこがなんか多分一番難しいところなんですけど、それがちょっと乗るかっていうのをまず試したいんですよね。のでとりあえずこの合板を 80×80 に切って、とりあえずそこからですよね。はい、これで 80×80、 とりあえず1枚ですね。これを今回は5枚長野ファクトリーの方で作るんですけど、これがジムニーに乗るのかっていう、ちょっと試してみましょう。じゃあちょっとこれ一番いいのはここですよね。ここにこう乗るかっていう、ちょっとやってみましょうか。うわー、ギリギリ乗らないですね。ここが閉まんないですね。当たっちゃいますね。そうですね。閉まるじゃん。乗りますね。干渉してない。そうか、すごいな。さすがマーケの計算、これを計算済みで80にしたのかな。これいけるな。最悪これをこの下をくぐらせればいいのか。いけますね。いけちゃいますね。じゃあとりあえずこれを1枚1セット作って、あとバークなんとかチップっていうやつを敷き詰めてほしいっていうことで、そこを当然コースなので WPL が走れないといけない。ちょっとそれをチェックしてみたいと思います。はい、一旦こんな感じで、ここ2x4 材ですね。いつもよく使ってる 2x4 材を一旦80センチ。この四角が 80×80 なんで同じ80ですね。向こうとこっちの2辺は80にして、単純にコンピスで止めてみましたと。であとまだ壁をつけていない2辺はもう実寸ですねを測って、入れていきたいと思います。はい、というわけでこんな感じですね。全部の辺に 2x4 材を入れて四角いマスみたいな感じにしてみました。でここに、バークチップ、これですね。このデコレーションバークっていう、近くのホームセンターで買ってきたんですけど、M サイズってやつの50リットル、これをちょっと入れてみます。とりあえず50リットルの半分を25リットルぐらいですね、入れてみて、こんな感じ。どうなんですかね。ちょっと走れるかどうかやってみましょう。はい、じゃあこのジムニーさんでこうか。
大丈夫そうですね。いけるいける。これぐらいがいいと思います。ちょうど良さそうですね。はい。ちょっとこの声、また後から入れてる声なんですけど、これ改めてこの動画ですね、編集してみて思ったんですが、あんまり面白くないですね。すいませんでした。たまには、その、イベント前のコースの制作ですね。こんな感じでやってますよ、みたいなのを、こう、動画にしてみようかなって思ったんですけど、まあ、良かれと思ってと言いますか。ただ、こう改めて見ると、いまいち面白くないなと。で、今後は、もしこういう動画作る場合は、サブチャンネル行きにします。メインチャンネルでは、ちょっとあまりにも面白くないなと、反省しましたので、ちょっと今回だけ許してください。ただ、まあ、本当にたまには、うちがよくイベント出展させていただいて、お邪魔させていただいてる、その事前準備として、コースどうやって作ってんのかなみたいな、気になってる方あんまりいないかもしれないですけど、まあ、本当にたまにはこんな動画をこう、ちょっとのんびり見ていただいてもいいのかなっていう、ちょっと無理やり理由付けというか、言い訳をさせていただくんですが、はい。ちょっと繰り返しになりますけど、今後はこういうような動画は、サブチャンネルでポンと置いてきますので、はい。今回だけご容赦ください。で、もう、ここから量産ですね。1個、マスを1個作って、いけるっていうのが分かったので、今回は5つ同じものを、ここから作ってるだけという感じですね。で、5つ同じ箱を作ってから、これをどんどん並べて、で、こんな感じでバークチップを充填すると。足りなくて結局途中で急いで買いに行ってきたんですけど、で、当日ですね、イベント当日にこの横と横をつなげてるというか、間に入ってる壁、これを越えられるようにこんな感じでやればいいかなっていう、チェックをしてますと。はい、とりあえずこんな感じで、多分イベント当日はこの乗り越えるのがもう壁ですね。こう乗り越えるのが大変なんで、ちょっとこれ慣れてないと大変だと思うので、ここですね、ここみたいに金網かなんかをこう設置して乗り越えやすいように、イベント当日の現場で調整って感じですね。で、やれたらいいかなと思ってます。はい、じゃあ今回ですね、こんな感じで、ちょっと僕が担当したこのセクションは、まあここからちょっと中に何かアスレチックみたいなものを追加する形にはなりそうですけど、ちょっとこんな感じですごいシンプルなセクションですね。このバークチップっていうのをこの80センチ ×80 センチの、四角の中にこんな感じでちょっとプールみたいにして、詰めたものっていうのを作ってみました。じゃあまたこれ多分当日はもっとアレンジすると思うんですけど、フィールドスタイルイベント当日ですね、これ設置して皆さんお手持ちの WPL 持ってきていただいたら遊べるように、どうすんだろう、お手持ち、いつものイベントだとお手持ちのやつを持ってきていただいたら遊べますなんですけど、ちょっと今回わかんないです。すいません、もしかしたら貸し出しとか、そういうのするのかもしれないですけど、それは多分マーケの K さんがですね、また考えると思うんで。はい、また突然ちょっと後から入れてる声に変わりました。すいません、ちょっと今のところからの話は、もうイベントそもそも終わっちゃってますし、なんか、よくわかんない話だったんでちょっと編集で切って今、後から声入れてます。で、あとは、当日ですね、こんな感じでしたっていう画像じゃないや、動画ですね。動画をこう入れたいなと思ったんですけど、ちょっと見返したらなかなかバタバタして、この今流れてるスローモーション映像、これも遊びに来てくれたキッズの、マシンなんですが、ちょっとバークチップコースのなんて言うんでしょう、まともな映像がこれしかなくてですね、ちょっとこれを見ていただきながらこの動画、終わろうかなと思います。ちなみにこのマシンの塗装すごくないですか？
これ多分、色の塗り分けかな、貼ってあるのかな、カッティングシートかな、まあ、塗り分けかカッティングシートで黄色、オレンジ、赤やってあって、で、多分これクリアを吹いて、で、結構ピカピカに仕上げてあるっていう感じなんですけど、めちゃめちゃかっこいいですね。こういうレーシーなカラーリングパターンもやっぱいいですよね。まあ、やっぱ C24 はいいな。なんかどのマシン見ても同じようなこと僕いつも言ってると思うんですけど、まあ、どのマシンもしっかり塗って、こうカスタムしてっていうのをやるとかっこよくなりますね。はい。じゃあ、今回ですね、ちょっといつもと違う感じの動画になったんですけど、今後はこういうような動画はサブチャンネルの方に上げるようにしていきますので、今回だけ見逃してくださいって感じで、はい。じゃあ今回動画ですね、以上で終わります。ご視聴いただいてありがとうございました。